皆さんこんにちは。ずんだもんなのだ。投資はする方が良いと聞くけど全くわからないのだ。ずんだもん、どうしたの？いや、なんかさ、みんな投資でお金増やしてるって話を聞くけど、どうしたらいいのか全然わからないのだ。まあ、投資は確かにお金を増やすチャンスだけど、リスクもあるから慎重にしないとね。でもさ、投資って聞くと難しそうでちょっと怖いよね。確かにね。でも基本を抑えればそんなに怖くないのよ。それならいいけど、何から始めたらいいのかな？なるほど。それじゃあ投資で気をつけるべきことを相場格言を交えながら勉強しましょうか。よろしくお願いするのだ。それじゃあ投資における相場格言についてお話しするわね。最初の相場格言は損切り1000両利食い100両よ。これは損失を最小限に抑えることが利益を得ること以上に重要だってことなのよ。損切りって株を売ることだよね。どうしてそんなに重要なの？損切りは自分の投資判断が間違っていたと認めることなの。でもこれを早くやらないと損失がどんどん大きくなるのよ。なるほど。損失を取り戻そうとして長く持ち続けるのは良くないんだね。そうそう、そういうこと。市場は予測が難しいから間違いを認めて次のチャンスに備えるのが賢いのよ。リスク管理が投資ではとても大事なの。でもどうして損切りは難しいのかな？人間は損を出したくない生き物だから損切りを嫌がってしまうのよ。心理的に辛いからね。でも損を確定させることで次の投資機会に備えられるの。なるほど。じゃあ利食い100両っていうのはどういう意味なの？利食い100両は利益を出すことも大事だけど損切りほど重要ではないってことなの。利益を得るのはもちろん大切だけど損失をしっかり抑える方が長期的に成功しやすいのよ。利益を得るよりも損失を抑えることが大事なんだね。その通り。投資で大事なのは利益よりもリスクをどう管理するかだから、損失を最小限に抑えて資金を守ることがまずは大事なのよ。それは意外だね。利益を得ることが一番だと思ってたよ。利益を得ることも重要だけど損失が膨らむと回復が難しくなるのよ。だからこそ損切りが1000両って言われるのよね。じゃあ具体的に損切りをするタイミングっていつなの？いい質問ね。損切りのタイミングは人によって違うけど一般的には購入価格から一定の割合、例えば 5% から 10% 下落した時に損切りする人が多いわ。なるほど。それで大きな損失を防ぐんだね。そうなの。自分のルールをしっかり決めておくことが大事。損失が大きくなる前に手を打つことで資金を守りながら投資を続けられるのよ。ありがとう、キャリアウーマン。これで少しは投資について理解が深まった気がするよ。どういたしまして。ずんだもん。次は落ちてくるナイフはつかむなっていう格言について話しましょうか。次の格言は落ちてくるナイフはつかむなよ。これは急落中の株を買うのは危険だという意味なの。落ちてくるナイフをつかむってなんだか怖いね。どうして急落中の株は危険なの？だって急落中の株はそのままさらに下がることが多いからね。慌てて買うと大きな損失を被る可能性があるのよ。そっか。安く買えると思ってつかむと逆に損しちゃうんだね。そういうこと。市場がパニックになってる時は値動きが激しいから予測が難しいの。しっかり底値を見極めるのは難しいから慎重に行動するべきなのよ。でも逆に底値で買えたら大きなチャンスなんじゃない？確かに底値で買えたら大きな利益になるけどそれを予測するのはほぼ不可能に近いのよ。安易に飛びつくとさらに落ちるナイフを掴んでしまうことになるの。なるほど。だから落ち着いて判断することが大切なんだね。その通り。急落時には冷静に状況を見て適切なタイミングを待つことが重要なの。待っている間に市場が落ち着くかもしれないし別のチャンスも見つかるかも。じゃあどういう時に買いに入るのがいいの？基本的には株価が安定してから入るのがいいわね。テクニカル分析を使って底値を確認したり上昇トレンドに転じたところを狙うのが安全だよ。テクニカル分析って難しそうだけど勉強したら使えるようになるのかな？
もちろんよ。基本的なチャートの見方を学べば買い時や売り時を判断するのに役立つわ。時間をかけて学ぶ価値があるのよね。勉強してみるよ。急いで買うよりもちゃんと準備してから行動する方がいいよね。その通りだね。感情に流されず冷静に判断することが投資で成功するための鍵なのよ。投資って奥が深いんだね。次は卵を一つのカゴに盛るなについてお話ししましょうか。次の格言は卵を一つのカゴに盛るなよ。これは投資を一つの資産や銘柄に集中させず分散投資をすることの重要性を示しているの。卵を一つのカゴに盛るっていうのはどういうことなの？これはね、もし一つのカゴが壊れたら全部の卵が割れちゃうでしょう。だからリスクを分散するために卵をいくつかのカゴに分けるように投資もいろいろな資産に分散するべきってことなのよ。なるほどね。分散することでリスクを減らせるんだね。その通り、分散投資をすることで特定の株や市場の影響を受けにくくなるの。例えば株式だけでなく債券や不動産、海外の資産にも投資することで全体のリスクを抑えることができるのよ。でも分散しすぎると管理が難しくなったりしない？確かに分散しすぎると管理が大変になることもあるわね。だから自分が理解できる範囲で適度に分散することが大事なの。特に初心者は最初は少しずつ増やしていくといいよ。それならどれくらいの数の銘柄や資産に分散するのがいいのかな？一般的には10から20銘柄くらいに分散するのが良いとされているわ。でも投資する資産クラスによっても変わるから自分の投資スタイルに合わせて考えるのがいいね。わかった。自分の資産をどう分けるかしっかり考えないといけないね。そうよ。分散投資はリスクを減らす効果があるけど何に投資するかは自分でしっかり考えて選ばなきゃいけないの。これで少しずつ投資の全体像が見えてきた気がするよ。よかったわ。それに投資は勉強し続けることでどんどん上達していくものだから焦らずに続けることが大事なのよ。これからも学んでいくね。次はどんな格言があるの？次は強き相場は悲観の中で生まれ会議の中で育ち楽観の中で成熟し幸福感の中で消えていくという格言について話すわね。この格言は相場のサイクルと投資家心理の変化を表しているの。ちょっと長い格言だね。どういうことなの？この格言は相場の上昇と下降の流れを説明しているの。まず強き相場はみんなが悲観的になっている時に始まるのよ。その後少しずつみんなが懐疑的になりながらも買いが入っていって相場が育つの。じゃあ楽観的になったらどうなるの？楽観的になると相場は成熟して株価がピークに達するのよ。でも最後に投資家が幸福感に浸って油断すると相場が下落してしまうの。これが相場のサイクルなのよね。なるほど。投資家の気持ちが相場に影響を与えるんだね。そうなの。市場は投資家の感情に大きく影響されるの。だから冷静に相場を見極めることが大切なのよ。特に楽観的になりすぎた時は注意が必要なの。でもどうして投資家は楽観的になりすぎるんだろう？それは利益を得ている時は気持ちが高揚してリスクを見落としてしまうからなのよ。人は感情に左右されやすいから冷静に判断するのは難しいの。わかる気がする。利益が出ている時ってもっと儲けたくなるもんね。そう。だからこそ冷静に利確するタイミングを見極めるのが大切なのよ。欲張りすぎずに計画的に利益を確定させることが長期的な成功につながるわ。じゃあどうやって冷静に判断する練習をしたらいいの？まずは感情を排除して事実に基づいた判断をすることを心がけることね。過去のデータを分析したり事前に決めたルールに従うことで冷静な判断をする練習になるわよ。これからは相場のサイクルにも気をつけて投資を勉強するね。次は噂で買って事実で売れについてお話ししましょうか。最後の格言は噂で買って事実で売れよ。これは投資家が市場の噂に基づいて動き事実が明らかになった時に売却することを示唆しているの。噂で買うってなんだかギャンブルみたいじゃない？そう感じるかもしれないけど
この格言は情報をどう扱うかを教えてくれるのよ。噂は市場を動かす大きな要因で、株価が大きく変動するきっかけになるの。でも噂って必ずしも本当じゃないよね。その通り。でも噂が事実になることも多いから、投資家はそれに基づいて動くの。事実が明らかになると、それまでの期待が一気に現実となり、株価が変動するから、そのタイミングで売るのがポイントなのよ。なるほど。だから噂を無視せずに情報として活用するのが大事なんだね。そういうこと。市場の動きを読んで、噂がどの程度影響するかを見極めることが必要なの。もちろん全ての噂を信じるわけではなく、信頼できる情報源を選ぶことも重要なのよ。でもどうやって信頼できる情報源を見つけるの？信頼できる情報源を見つけるには、過去の情報の正確性や信頼度を確認するのが大事よ。公式なアナウンスや実績のあるアナリストの意見を参考にするのもいいわね。なるほど。それなら噂に流されずにしっかりと調べることが大事なんだね。そうよ。情報をうまく使うことで、噂に振り回されずに賢く投資ができるようになるのよ。適切なタイミングを見極めることで、リスクを減らしつつ利益を最大化することができるわ。ありがとう。噂をどう活用するか少し分かってきた気がするよ。どういたしまして。情報は投資の鍵だから、常に最新の情報をチェックして賢く判断することを心がけてね。これからも勉強しながら慎重に進めていくよ。投資って本当に奥が深いんだね。その通りよ。だからこそしっかりとした知識と情報を持って投資に臨むことが大事なの。これで相場格言の解説は終わりだけど、何か質問はある？大丈夫なのだ。これで僕も投資家デビューなのだ。というわけで今回は初心者の投資で注意するべき点を格言を交えてお話ししたけど、どうだったかな？すごく勉強になったよ。投資って感情に左右されるものだって初めて知ったのだ。それは良かったわ。相場は人の心理が大きく影響するから、冷静な判断が必要なのよ。それに分散投資の大切さも理解できたし、これからはしっかり情報を集めて慎重に行動しようと思ったのね。そうね。それが賢明な投資の第一歩だよ。何かあったらいつでも質問してちょうだい。ありがとうキャリアウーマン。今後もこのような形で解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はここまでにしましょうね。それじゃ、ごご視聴あ視聴ありがとうごりがとうございました。ざいました。